はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。最近いろんなメーカーが大容量大出力超高速充電超長寿命っていうような高性能機種を出してきてるんですけど、そんな中出てきましたね、安いモデルで。このモデルただ安いだけじゃなくて、私が長年抱えている悩みを解決してくれる便利なつまみがついてるらしいんですね。というわけで今回はそんな安いモデルがどんな性能を出せるのか、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や UPS 切り替え速度とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。しかもこれアウトドアに強くなるような仕掛けがされてますね。で、今回測定してみるのがこれ、ポシボット、いやポス iPod って読むのかなっていうところのポータブル電源 F2400 っていうやつです。で、スペックはと言いますと、容量が 2048W 時で、定格出力が 2400W、 最大瞬間出力が 4600W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、充放電サイクルは約3500回以上、 70% 維持ですね。で、ソーダー発電入力が最大 500W で、サイズが 386×284×321mm、 重量が約 22kg っていう風になってます。まず目につくのが定格出力 2400W っていう大出力ですね。だいたい定格出力って容量と同じことが多いんですけど、これを上回ってるとなかなかって感じですね。それからリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載した超長寿命、頻繁に充放電繰り返す人にはこれいいですね。そしてサイズ、数字だけ見ても分かりにくいんですけども、他の容量 2000W 時クラスのものに比べてちょっとコンパクトですね。重量もリン酸鉄使ってる割には抑えられてるイメージです。何はともあれ中身出してみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのが AC100V のケーブル、ちゃんと2本のコンセントに刺さる形になってます。それからこれはシガーソケットから充電するためのケーブル、片側アンダーソンコネクターですね。それからソーダー充電用のアンダーソンケーブル、逆サイドは MC4 になってます。そして最後に取扱説明書で、中は前半英語で書かれてるんですけど、後半から日本語になっているので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、中央がバッテリー残量で、右が出力電力で、左が入力電力で、中央の下に使用残り目安時間っていうのが出てます。で、左の方に行くと、はい、 DC12V 系の出力がついてます。シガーソケットと XT60 と通常のコネクターが2つついてます。で、右側に行くと USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が2口、それからタイプ C 形状が4口ついてます。そして上の方に行くと、はい、謎のダイヤルがついてます。で、試しにこれ回転させてみると、はい、左の方にですね数字が出てきて、これ回すとですね数字を切り替えることができます。で、これ何かと言いますと、充電するときに入力する電力の最大量を変えることができます。で、高速充電モデルってめちゃくちゃ電力使うので、他の機器を使ってるところで充電開始するとブレーカー飛んじゃったりするんですね。というわけでこんな風に省電力の方にも切り替えることができるっていうのは非常に便利ですね。そしてこれは LED 照明、1回押すとオン、もう1回押すと SOS 点滅、もう1回押すと点滅で、もう1回押すと消灯っていう風になってますね。
で横見てみますと、はい、何もないですけども開閉できるカバーがついてます。じゃあまずは上側を開けてみますと、はい、これ通風口ですね。というわけでこれ使わないときは閉めておいて、雨とかホコリとかから本体を守ってくれるような構造になってます。でこいつオープンした状態でもひさしみたいな形状になってるので、この状態でも多少水がかかったりしても防いでくれるような構造になってますね。意外にアウトドア土ぼこりが舞ってたり水滴が飛び散ったりするので、この機能ありがたいですね。で下側のカバーを開けると何があるのかと言いますと、はい、左側が AC100V の入力で、右側が DC の入力ですね。で次は裏側を見てみると、はい、説明が書いている文字以外は何もないすっきりしたデザインですね。で逆サイドの側面を見ていますと、こっちも開きそうな蓋が2つついていて、上側が通風口で、下側の蓋を開けると、はい、AC コンセントが6口ついてます。でこいつ全体的に通風口も含めてコネクターとかの開口部を全部蓋できるようになってるので、ホコリや水滴に強そうですね。で上側なんですけども、はい、物を置いてくれと言わんばかりの平らですね。でこれ上側もよく見ていますと、パカッと開きそうな蓋があって収納スペースになってます。でこのスペースにですね、付属のケーブル類が全部ぴったり収まるようになってます。こうやって本体の中に収納できるとなくならなくていいですね。あと全体的に直線的な真四角の形状なので、荷物を詰め込む時とかは収まりが良さそうです。そして左右に頑丈な持ち手がついてますので、結構重いんですけどしっかり持つことをできます。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと、はい、右上約 24W、まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約60ワット。まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、はい、約80ワットです。はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。じゃあこの時の消費電力はと言いますと、はい、約150ワット。まだ余裕ありそうですね。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続していきなりマックスで運転します。
はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約1300ワット。まだ大丈夫そうです。次につないでみるのは家庭用カーボンヒーターです。これも接続してマックスで運転させます。この時の消費電力はと言いますと、はい、約2000ワット。普通はこの容量だとここら辺が頭打ちなんですけど、こいつまだ余裕あるらしいんですよね。で次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども、200ワット400ワット切り替えて使うことできます。ではこれを200ワットにセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、約2200ワット。まだいける。というわけで400ワット駆動にしてみますと、この時のトータル消費電力はと言いますと、はい、約2400ワット。おお、ちゃんとスペック通り2400ワットまで使えてますね。すごっ。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それから超小型セラミックファンヒーターマックス運転で400ワット駆動のカーボンヒーター、そしてマックス運転の家庭用カーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。っていうか普通の壁コンセントでも1部屋で2400ワットなんて使ったらブレーカー落ちます。ちなみに今2300ワット出してる時のファンの音なんですけども、こんな感じ。びっくりするほど静かです。今冬なんでちょっと涼しいのでそこまで冷却しなくてもいいのかもしれないですけども、ちゃんと静かになるように回転数が制御されてますね。はい、次はですね 100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で使うのはこれオシロスコープですね。もっといろいろ細かく見たいなと思って少し前にちょっといいやつに買い替えました。で電気の波形は大きく分けると正弦波、疑似正弦波、区形波っていう3種類があって、正弦波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似正弦波と区形波はなんとか正弦波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で正弦波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似正弦波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい。で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。で下の方に出ている 59.97 っていうのが周波数なので今約 60Hz が出力されてるって感じですね。ちなみに比較のために壁コンセントの波形も見てみたいと思います。で今壁コンセントからの波形を見ているんですけども、線が細くてビシッと安定した波形になっていますね。ただ壁コンセントもいつもこんなに綺麗かというとそんなことはなくて、
すぐ近くのコンセントに大電力を使う機器を接続しますと、はい、波形を注目して見ててください。ちょっとずつ線が太くなってきてるのが分かりますかね。はい、ちょっと時間経つとこんな風に結構太い線の波形になりましたね。というわけで家庭用コンセントでも使用状況によってはこの程度の波形の乱れは発生するので、多少乱れていても普通の電気製品を使う上では全然問題ないですね。蛍光灯とかは多少ちらつくかもしれないです。ちなみに横の機器の電源を抜いてみますと、はい、細い線に戻りましたね。はい、次は周波数の切り替え方法ですね。で、画面の右端の方を見てみると、はい、この出力の下に書いてある 60Hz っていうやつが今出力されてる周波数ですね。で、切り替え方法なんですけども、 AC ボタンを長押しすると周波数の数字が点滅しますので、この状態でもう一度 AC ボタンを押すと、はい、こんな感じで 50Hz に切り替わりましたね。で、オシロスコープの方を見ても、はい、ちゃんと 50Hz に切り替わってますね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、約 110V。 ちょっと日本のコンセントよりも高めですけども、海外の電気製品はプラマイ 10% 以上のマージンを持って設計されているので、よっぽど電圧にうるさい機器じゃなければほとんどの製品は使えるかと思われます。で、こいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい、で、今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、パッと見蛍光灯の方には変化なかったように見えますね。で、今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなっているところが見えてきましたね。では、このおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目、デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、はい、10ミリ秒ジャストで切り替わってますね。で、取説には8ミリ秒以下で切り替わると書いてあるので、若干足りないっていうことになるんですけども、0.002 秒はほぼ誤差でいいと思います。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、デルタ X イコール 9.4 ミリ秒ってなってますので、先ほどより若干早いって感じですね。で、これ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 13.4V くらいで 34W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、
経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにしてさらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で、最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、はい、1471ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの2048ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 72% 使えたってことになってます。で、世の中80から 90% っていう製品が多いんで、72% は微妙に少ない気もしますね。ただ高速充電モデルはバッテリーの接続方法が 12V じゃない場合が多いです。この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。ちなみにこいつ超高速充電ができるみたいです。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。じゃあちょっと早送りしていますかね。だいたい 500W くらいで安定しましたかね。あ、そうだ、こいつこの便利ダイヤルで充電電力変えれるんだった。というわけでここのダイヤルを回して、はい、最大の 1100W に設定します。はい、反応してだんだんインプットの電力も上がってってますね。それではこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、表示が 100% になって充電完了してますね。では 100% になった時の経過時間はと言いますと、1時間58分というわけで、ほぼスペック通りの充電時間です。ちなみに 80% までの充電であれば約1時間35分で到達してるって感じですね。さらにソーラー充電まで同時に活用すると 100% まで 1.5 時間っていけるって書いてますね。早っ。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.26kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約 230W で、電力量計では 235W ってほぼ同じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。
はい、約7時間近く経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 1.58kW 時イコール 1580W 時使えたってことになってます。で 12V からの変換効率を計算すると約 107%。 いやいや 100% 超えてんじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけども、これ高速充電モデルで 12V 系の変換効率が低くて 100V 系の変換効率がいい機種だとこういう結果が出てきます。というわけでこいつは 100V 系を使った方が効率がいい気がしますね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、長寿命、高出力、高速充電、高安全性、 UPS っていった普通に欲しくなる機能がしっかり抑えられた機種って感じですね。あと充電電力が調整できるつまみや四角形形状、防塵カバー、それから収納スペースも装備されていて、結構かゆいところに手が届いてるって感じですね。あと何よりいいのが結構機能盛りだくさんなのに安いっていうとこですね。価格はコロコロ変わるのでここで明言しませんけど、他の同じクラスのポータブル電源に比べて万円は安い感じです。で最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。というわけで超長寿命な全部入りの機種を安く手に入れたいっていう人、また頻繁にアウトドアで持ち出すのに積み込みやすい形状が好みっていう人、あと災害に備えて長期保管したい人、卒フィットやオフグリッドで毎日重放電したい人っていうにはぴったりかもしれないです。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますのでぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますのでよかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。